タリアングレーハウンドのニアと暮らし始めて134週間が経ちました。2026年のゴールデンウィーク、群馬県みなかみ町へニアと一緒に5月3日から2泊3日の新緑キャンプへ行ってきました。今回のキャンプ場、3月下旬から必死に探してやっとの思いで予約できた場所なんです。ただ5月3日の夜はあいにくの雨予報です。でも落ち込んでなんかいられません。新しく購入したクーディのテント、ベストナの防水性をテストできる絶好のチャンスとポジティブに捉えて雨のキャンプを楽しめるかチャレンジします。しかも今回のキャンプ場は標高 1000m 付近の山の上にあるので、夜の気温は4度くらいまで下がることもあるようです。以前の動画で視聴者様からイタグレとキャンプならストーブを買った方がいいよとありがたいアドバイスをいただいていました。本当にありがとうございます。早速良さそうなストーブを探したんですが、キャンプ用具を加味すると車の積載スペースにはどうしても入りきらないことが判明したんです。そこで作戦変更、新しくポータブル電源を購入しました。今回は念には念を入れて電源付きのサイトを予約しました。電気毛布3枚体制という鉄壁の防寒対策で挑むためにポータブル電源もフル活用してテント内の快適性を向上させます。ゴールデンウィークの恐ろしい大渋滞を避けるため朝5時に自宅を出発です。片道約200キロの道のりを安全第一でのんびり進んでいたんですが、途中で道を間違えてしまい一般道に降りてのこのこドライブする羽目になりました。それでも出発から4時間、なんとかキャンプ場の近くまでたどり着きました。チェックインの時間まではまだまだ余裕があるので、近くの観光スポットに立ち寄ってニアと一緒にのんびりお散歩を楽しみたいと思います。午前9時過ぎ、寄り道に選んだ八木沢ダムに到着しました。駐車場に車を止めるとボートを運ぶための牽引車がたくさん止まっていて驚きました。どうやら奥と猫にボートを浮かべて釣りを楽しむ方たちみたいです。なるほど、こんな大人の遊び方もあるのかとキャンプ前に早速新しい発見でした。そしてダムに来るとやっぱり気になるのが水量です。下を覗き込んでみると水はなみなみとたっぷり。後で調べてみたらなんと貯水率 98.3% のほぼ満水状態でした。この八木沢ダムは群馬と東京にとって貴重な水源です。これだけたっぷりの水を見てなんだかほっと一安心です。さあニアを連れて八木沢ダムの上をお散歩してみましょう。そういえばニアと一緒にダムに来るのはこれが初めてです。この八木沢ダムが築かれたのは1967年。大自然の中にそびえ立つこの圧倒的なスケール感、私たちの当たり前の生活を日々支えてくれていること、そしてこの巨大建造物を作り上げた先人たちの計り知れない努力に感謝と尊敬の念を抱かずにはいられませんでした。のんびり散策を楽しんだ後は旅系 YouTuber がダムを訪れると必ず入手するアイテム、ダムカードを飼い主もちゃっかりいただいてみました。これただの記念品じゃなくて洪水調整や発電、上水道といったダムの役割がまるでゲームのステータスみたいに分かりやすく書かれているんです。さてダムをたっぷり満喫したところでいよいよ目的のキャンプ場へ向かいます。
八木沢ダムを出発して約1時間、山奥へ進むにつれて道幅を塞ぐような倒木があったりと、自然の力強さをひしひしと感じます。最寄りのコンビニまで車で30分という環境、これは忘れ物をしたらかなり貧縮を買いそうです。無事にキャンプ場に到着し、管理等で受付を済ませます。今回予約したのは砲台木キャンプ場です。サイトに水洗い場と電源が完備されていますが、サイトが少し斜面になっていて、電源コードの長さも計算しないといけないので、テントの位置決めに悪戦苦闘です。さらにエアテントの空気入れの土台が途中で折れるプチトラブルも発生しました。なんとか無理やりはめ直して無事に設営完了です。今夜の雨に備えてテントに雨よけのフライシートをかぶせ、タープも厳重に張りました。テントの中はカーペットを敷き詰めて、エアーベッドの上に電気毛布の敷き掛け布団を敷いて、準備もバッチリです。設営を終えたらお待ちかねのキャンプ飯です。まずは定番のフランクフルト、次に前回ドハマりしたバタートースト、大自然の中で食べる分厚いトースト、これが最高に美味しいんです。そして今晩の目玉は冷える夜にぴったりのお鍋です。ここに中華麺を入れて鍋ラーメンで温まります。のんびり食べていると18時を過ぎた頃から予報通りの雨が降り始め、次第に風も強まってきました。今日のお風呂は諦め、テントに引きこもることにしました。急激に冷え込んできたので、ここで電気毛布をフル稼働です。ぬくぬくの毛布にくるまりながらトランプで大貧民をして盛り上がりました。しかし22時を回る頃には雨と風がさらに激しさを増してきました。タープは飛ばされないか、テントは浸水しないか、果たして無事に朝を迎えられるのでしょうか。心配と不安を抱えながらキャンプ初日の夜は更けていきます。今後もこういう雰囲気で動画を作っていきますので、また見てもいいかなと少しでも思ってくれたら、ぜひチャンネル登録と高評価で応援してくれると嬉しいです。そして感想をコメントで教えてくれると助かります。